日本は間違いなく独立国であります。日本は間違いなく独立国であります。皆さん、こんにちは。フリーライターの松田と申します。このチャンネルでは、今後、日本が真の独立国に一歩でも近づくことができるための情報をお届けしていきたいと思っております。さて、冒頭ご覧になっていただきましたように、日本は本当に独立国なのか。岸田さんは独立国だというふうにおっしゃってましたけども、皆様はどのようにお考えでしょうか。独立しているとお考えになっている方は、少ないのではないかと思います。私も独立はしていないというふうに思います。どう見ても日本は独立国ではなくてアメリカの属国ですね。その状態を、いろいろ表現される方がいますけども、極端な表現で言うと植民地ですとか、現在もアメリカの、占領下にあるとか、投票権のないアメリカの51番目の州等々、いろいろなんですけども、このチャンネルでは当面ですね、保護国という表現を、しようと思います。それはなぜかというと、いわゆるジャパンハンドラーという人たち、アメリカ側で日本を操っている人たちが日本のことを保護国と、呼んでいるからです。英語だとプロテクトレートというみたいですね。といっても別にそういう人たちに従いたいということではなくて、彼らが日本をどう見ているのか、はっきりさせたいということです。では、保護国というのは彼らの定義でどんなもんなんだということですけども、ざっくり言うと、軍事と外交は宗主国、つまりアメリカにやってもらって、保護国である日本は内政を担当するという、状態です。実際、皆さんもそんなふうにお感じじゃないでしょうか。ニュースで時々日米2プラス2が開催されたとお聞きになったことがあろうかと思いますが、この2プラス2というのは日米それぞれの外務大臣と防衛大臣が一堂に会するというものです。仲良く並んでプレス用の写真をいつも撮るわけですけども、実際はこんな感じじゃないでしょうかね。ご指導を受けているわけです。内政はどうなんだと。日本だけで、ちゃんとやっているのかというと、そうでもありません。昨年のことですが、2023年 LGBT 法案というとんでもない法案が国会で制定されました。いわゆる性自認を認めるという、もう日本には全く必要のない法案でした。報道によると、この問題には駐日アメリカ大使のラーマ・エマニュエルさんが大きく関与していたとのことです。連日のように X でコメントを発信したり、官邸にも直接働きかけをしていたようですね。これは明らかな内政干渉ですね。本当に大きなお世話なわけです。ところが、岸田首相はこの法案を通すように自民党に指示を出しました。エマニュエル大使の
指示通りにことを運びました。これも報道によりますと、広島サミットへのバイデン大統領の出席を人質にして、エマニュエル大使から落とされたようですけども、そもそもバイデンさんが来ないわけないですよね。日本にウクライナ支援のお金を出せと、念押ししに来たかったわけですから。万が一来たくなければ、来なければよかっただけですね。放っておけばよかった。後からこういう写真でも送ってあげればよかったんです。よく卒業写真でありますよね、こういうの。それにしても本当に不思議ですよね。なんでこんなあからさまな、内政干渉に、対して内政干渉やめてくれと、それぐらい言えないんでしょうか。なんでここまで卑屈にならなければならないんでしょうか。何か本当に弱みでも握られてるんじゃないかと勘ぐりたくもなりますね。よほどバイデンさんに褒められたいんでしょうか。言う通りにやらないと何か怖い目にでも遭うんでしょうか。これはご本人に、岸田さんご本人に聞いてみなければわかりませんけどね。ただ、今回のことは岸田首相一人の問題ではありません。なぜなら、法案提出は岸田内閣ですけども、国会で決議されているわけですから。自民党で言えば、えー異例の全会一致でなかった総務会で、えーあるいは党議拘束があるとかないとかいう話があるのかもしれませんが、そんなことはまさしく枝葉末節な話で、いずれにせよ野党を含めたほとんどの国会議員が賛成をしたわけです。一体なんでこんなことになるのか。言うまでもありませんが、日米の関係は本来対等であるべきです。対等な国家としてお互い尊重し合って付き合っていくべきなのに、大きくねじ曲がってしまって、現在のような従属、あるいは隷属とも言っていいような関係にあります。軍事外交はもちろん、内政にまで露骨に口出しをされる。本来そういうことに対して日本の主権を守るべき国会議員ですら何の反応も示さない。もしくは示すことができない。示す意思すら感じられない。駐日大使やアメリカ大統領の顔色を伺う。あまりにもひどすぎますね。言い古されたことではあるんですけども、ここまでアメリカに従属するという、根底には歴史認識の問題が大きな理由の一つであるような気がします。特に現在の日米関係の両国関係の出発点となっている80年前の日米戦争に関する認識ですね。もしもですよ、いわゆる東京裁判士官、アメリカは正義の民主主義の国で、日本は邪悪な軍国主義の国とでもいうような認識であれば、それは根本のところで卑屈にもなるでしょうし、ましてや今後の日本の独立なんて
望むべくもありません。半永久的に属国のままだと思います。ということで、次回から、数回にわたって、現在の日米関係の基礎となっている大東亜戦争と日本の敗北の時期まで遡って、歴史を考察していきたいと思います。本日は、最後まで、ご清聴ありがとうございました。